放された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂へ。第20話、村人たちの決意。震えながらも立ち上がる村人たち。その手には、ユーマの進化能力によって生まれ変わった武器が握られていた。まずは俺が道を開く。ユーマが風切れの葉を振りかざし、一気に前へと踏み出した。夜風がうなり、髪をなびかせる。疾風惨劇。シュッ。放たれた風の葉が迫り来る影を狼たちを一掃する。その惨劇は音すらも置き去りにし、黒い毛並みが風と共に舞い散った。シュー。すげえ。村人たちが驚愕する中、ユーマは次々と風の葉を放つ。振るうたびに透明な奇跡が闇を裂き、遠くの魔物たちをまとめてなぎ倒した。ユーマさんに続け、村人の一人が叫ぶと、恐怖に縛られていた者たちの目に再び生気が戻る。うやー。ススド葉の桑を手にした農民が鋼騎馬熊の分厚い毛皮を貫いた。肉を裂く音とともに熊が血を揺らして倒れ込む。ススド葉の桑、特製馬強化馬の部分が金属化し、攻撃力を大幅に上昇。特製装甲貫通過大防御を持つ敵にも有効打を与える。いける、いけるぞ。マヌキの槍を持った若者が影を狼の群れを貫き、次々と仕留めていく。マヌキの槍、特製魔力貫通魔物の防御魔法を貫通しダメージを与える。特製投擲強化、遠距離からでも正確に敵を狙い撃つことが可能。この槍本当に当たるぞ。叫びとともに村人たちの恐怖が少しずつ勇気へと変わっていく。武器を手に村人たちは次第に自信をつけ始めた。シュー。すごい。俺たちでも戦える。互いに声を掛け合いながら連携して魔物を押し返していく。その姿を見てユーマの胸は熱くなった。俺の進化能力が誰かの力になっているんだ。初めて感じる手応えだった。この力は俺一人だけのものじゃない。誰かを守る力にもなるんだ。そう思えた。だがその瞬間、ズーン。地面がわずかに震えた。異様な気配が村の入り口に広がる。ユーマが反射的に視線を向けると、入り口にそれが立っていた。漆黒の鎧に包まれた生地。重厚な鎧の隙間から闇の魔力が揺らめくように漂っている。手にした大剣はまがまがしく、刃先にはかすかに黒い炎が揺らめいていた。その場の空気が一瞬で変わる。奮闘していた村人たちも圧倒的な威圧感に気をされ、誰もが動きを止めた。なんだあれは。人間じゃない。村人たちが後ずさる。先ほどまでの士気がまるで霧のように消えていく。その威圧感はただ立っているだけで膝をつかせるほどだった。ユーマは剣を握り直し、静かに息を整える。こいつただの魔族じゃない。圧倒的な力の気配。まるで黒き戦鬼の再来のようだった。間違いない。この魔族の騎士こそ魔物たちを操る黒幕だ。漆黒の鎧が月光を飲み込み、闇の中で鈍く輝く。その姿はまるで夜そのものが人の形をまとったかのようだった。騎士はユーマの視線を受け止めると、ゆっくりと口を開いた。貴様がこの戦いの鍵を握るものか。低く響く声が夜の空気を震わせる。その音には言葉以上の圧があった。ユーマは一歩も吹かず、静かに返す。お前が魔物たちを操ってるんだな。ふさちがいい。わずかに唇を歪めると、騎士はゆっくりと大剣を構えた。刃先が血をかすめ、黒い火花が散る。なるほど。少しばかり流行るようだが、その力、どれほどのもの固めさせてもらおうか。次の瞬間、空気がはぜた。ドン。血を蹴る轟音。騎士は消えたのではない。世界から外れるほどの速さで踏み込み、ユーマとの間合いを一瞬で詰めたのだ。来る。風が逆流する。反射的に刃を構えた瞬
ガヒーン。剣と剣がぶつかり合い、金属が悲鳴を上げる。火花が夜空を裂く。衝撃波が地面を揺らし、周囲の砂を巻き上げた。おお、騎士が楽しげにつぶやき、再び間合いを取る。ユーマは腕のしびれを感じながら、冷や汗を拭った。速さだけじゃない洗練されている。人間にしては悪くない動きだ。しかし、言葉とともに、騎士の足元から黒い霧が立ち上る。それはまるで石を持つ生き物のようにうごめき、鎧を這い上がっていった。果たして、貴様のその剣が、どこまで抗えるのか。霧が騎士の身体を完全に包み込む。次の瞬間、重力そのものが歪んだような圧が襲いかかった。ユーマが身をかがめた瞬間、黒い残光が走る。騎士の一撃が空を裂き、ユーマの方をかすめた。ほんの一瞬の遅れで、命を落としていた。だが、衝撃は想像以上に重く、ユーマの足元が大きく沈む。こいつパワーもあるのか。歯を食いしばり、体勢を立て直す。このまま押しつぶされれば終わりだ。反撃しなければ、疾風惨劇。渾身の力を込めて剣を振るう。鋭い風の葉が一直線に飛ぶ。しかし、甘い黒霧が渦を巻き、風の葉を吸い込むように消し去った。ユーマの目に驚愕が走る。風を食った。騎士の影がゆらりと動く。気づいた時には、すでにユーマの懐、終わりだ。漆黒の大剣が振り下ろされる。風が裂け、月明かりが途切れた。絶体絶命瞬間。ユーマさん、鋭い声とともに、一本の槍が二人の間に飛ぶ。村人の叫びが聞こえた。俺たちも戦うんだ。その言葉とともに、武器を持った村人たちが一斉に駆け寄ってくる。彼らの決意を感じた。そうだ、俺だけじゃない。みんなも戦っている。握る手に、再び力がこもる。ここで負けるわけにはいかない。ユーマは歯を食いしばり、剣を構え直した。彼らの声が、ユーマの心に火をつけたのだ。キーン、カキン、火花が散る。ユーマは必死に歯を振るい、黒く騎士の猛攻を受け止めていた。だが、剣を交えるたびに腕がくしみ、呼吸が荒くなる。押されている、分かっていた。攻撃どころか、一撃ごとに削られていく。騎士の剣は重い。まともに受ければ、骨ごと吹き飛ばされるほどの破壊力だ。それに加えて、こいつ、全く好かれる様子がない。騎士の動きに乱れはなく、むしろ余裕すら感じられた。ただ冷たく、正確に殺意だけが迫ってくる。ズドン、地面を砕く一撃。砕け散る瓦礫を跳ね飛ばしながら、ユーマは後方へと飛び抜いた。はあはあ、肺が焼ける。限界は、もうすぐそこだった。まずい、このままじゃ。やられる。息を整える間もなく、騎士が再び踏み込む。目で追うのがやっとの速さだ。カキン。今度は完全に防ぎきれず、剣圧が腕を貫く。衝撃が肩まで走った。感覚が一瞬、白く弾ける。足元が揺らぐ。力の差は、あまりにも大きかった。その時、下がって、イーナの叫びが夜を裂いた。反射的に体を拭くと、すぐ横を閃光が走る。ラッシュ。一線の鋼矢が、騎士の足元を打ち抜いた。黒い霧がわずかに散る。騎士の動きが、一瞬だけ止まった。今にゃ。ユーマ。その声で、ユーマの中の何かが弾ける。全身で血を蹴った。このチャンス、逃すかよ。一気に踏み込み、剣を振り抜いた。はあ、シュン。風を裂く音とともに、葉がひらめく。風の放つ惨劇が、一直線に騎士へと迫った。カキーン。だが、騎士はとっさに剣を構え、その衝撃を真正面から受け止めた。葉は鎧をかすめる程度で、決定的なダメージにはならない。浅い。だが、もう一発にゃ。イーナの声。今度は、彼女
女が手にしていた。いや、輝きを増すラッシュ。青い閃光が一直線に走る。騎士は肩の甲冑を跳ね上げ、矢を吹く構えを見せたが、ズブー。なんだと、矢はそのまま櫛の肩口を正確に貫いた。ぐわっ、なんだ。この力は、浄化の矢、特性汚れ浄化。闇のロイフ氏属性の敵に追加ダメージを与える。特性魔力貫通。防御魔法を一時的に無効化し、内部の魔力核へ干渉可能。特性総行動化物理防御を貫き、確実に肉体へ届く。それは、あらかじめリーナに託しておいた進化の矢だった。黒い霧が裂け、騎士が膝を折る。その一瞬の隙を逃すわけにはいかなかった。これで決める。風切れの刃を両手で握り、全力で踏み込んだ。周囲の風が渦を巻き、違うなる。こう、吹き荒れれる風がユーマの髪を逆立てた。プラエ、心臓の鼓動と同時に、ユーマは渾身の一撃を放つ。続く。次回。第21話、黒櫛の最後の言葉。